皆さんこんにちは。日本語教師のココです。今回はわざとという言葉を説明します。わざとはそうしなくてもいいのに強いてする様という意味です。意図的にすることです。あることをしようと思ってします。故意にとも言います。例えばサッカーの試合で友達が何度もミスをしました。いつもだったら友達はそんなミスをしません。この試合に勝ったら次の試合に進みます。負けたら終わりです。友達は次の試合に行きたくなさそうでした。だから友達は勝ちたくなくてわざとミスをしたかもしれません。友達に聞きます。ねえ、わざとミスしなかった？次の例です。ある夫婦がいます。二人は今喧嘩をしています。旦那さんは奥さんよりもお給料が低いのを気にしています。それを奥さんも知っていて、いつもはそのことを言いません。でも奥さんは今本当に怒っています。だから旦那さんにこう言いました。何よ、私よりお給料低いくせに。奥さんはわざと旦那さんを怒らせることを言いました。次です。皆さん、猫を飼っていますか？飼ったことがありますか？猫って机の上によく上がってきますよね。それで机の上にあるものをよく落とそうとします。猫が机の上のコップを落としました。どうもわざとやったようです。猫に言います。もうわざと落とさないでよ。猫は逃げていきました。わざとの意味や使い方がわかりましたか？さて、わざとと聞いて私は思い浮かぶことがあります。それはナナという漫画のあるシーンです。皆さん、この漫画をご存知ですか？矢沢愛さんという漫画家さんの有名な漫画でアニメや映画にもなりました。どんな話かというと、同じナナという名前を持つ2人の女性が出会って生活していく物語です。この漫画の中でこんなシーンがあります。主人公のナナは庄司という彼氏がいます。庄司は大学もバイトも同じ女の子、幸子とちょっといい感じになってしまいます。ナナと付き合っているのに幸子のこともちょっと気になって好きになってしまうんです。庄司と幸子は夜同じバイトの後終電、その日の最後の電車に乗ろうと走ります。終電の終は終わりの漢字ですね。終わりの電車、最後の電車です。終電に乗らないと帰れないので急ぎます。階段を急いで上がっているとき、幸子の靴が脱げてしまいました。幸子はヒールが高い靴を履いていて走りにくそうに走っていました。それを見て庄司がこう言います。走らないと終電逃すの分かっててなんでそういう靴履くかな。いつもバイトは終電ギリギリに終わるから走らないといけないのにどうしてそんな走りにくい靴を履いてくるのという意味です。それに対して幸子は庄司を見つめてこう言います。わざとだよ。皆さん、これはどういう意味だと思いますか？わざと走りにくい靴を履いて終電に間に合わなかったら2人でもっといられるでしょという意味ですよね。庄司はこれを聞いて顔が赤くなります。気になっている人からそんなことを言われてドキドキしているようです。皆さん、幸子をどう思いますか？私はもし自分の好きな人の近くに幸子がいたらちょっと怖い、嫌だと思いました。この幸子のわざとだよは多くの人に衝撃的、ショッキングだったようで、当時とても有名なシーンになりました。わざとの意味を忘れたら、ぜひこの幸子のわざとだよを思い出してみてください。わざとだよ。さて、わざとを使った言葉でわざとらしいという言葉があります。わざとらしいの意味はいかにも意識的な感じで不自然であるという意味です。意識的なというのはわざとやっているという感じ。不自然とは自然ではないということですね。
わざとらしい笑顔、わざとらしい泣き方とか言います。わざとやっているような不自然な笑顔とか、本当っぽくない泣き方などに使います。本当は嬉しくないのに無理に笑ったり、悲しくないのに泣いたりしたらわざとらしくなります。例えば友達2人が話しています。今日の服かわいいね。ありがとう。もう本当にかわいい。めっちゃ似合ってる。可愛くて可愛くてもうどうしようって感じ。わざとらしいからやめて。なんか頼み事でもあるの？あ、わかった？こんな感じで使います。次の例は会社での出来事です。夕方です。会社の時間は終わりました。鈴木さんは残業しないで帰りたいです。でも仕事がまだ残っているのでみんな残業していてちょっと帰りにくい雰囲気です。鈴木さんが同僚、一緒に働いている人たちに言います。すみません。ちょっと体調が悪いのでお先に失礼します。咳をします。鈴木さんが帰った後、同僚は話します。わざとらしい咳、さっきまで元気だったよね。咳がわざとらしかったので体調が悪いのは嘘だと気づかれているみたいです。こんな感じでわざとらしいを使います。わざとと一緒にわざとらしい。この言葉もぜひ覚えてください。それではわざとの会話アニメについてです。サムライキャットジャパンのジョバの会話アニメを見ていただけたでしょうか？アニメでは日本に留学中のジョバがコンビニでバイトを始めました。バイトの先輩の名前は秋坂さんという女性です。秋坂さんという名前が難しくて、ジョバはわざとじゃないのですが名前を間違えてしまいます。ジョバは3回も間違えてしまったので、ごめんなさい、わざとじゃないんですと謝りました。1ヶ月後、ジョバはもう秋坂さんと間違えずに言えますが、今度はわざと間違えました。なぜかというと、ジョバは秋坂さんが好きだからです。こういうのをからかうと言います。からかうは相手に冗談を言ったり困らせたりして楽しむことです。小学生とかが好きな子にわざと意地悪することってありませんか？それをイメージしてジョバは秋坂さんの名前をわざと間違えたことにしました。では最後に日本語を話すときに気をつけた方がいいことについて話します。アニメの中でジョバは秋坂さんの名前を聞いて頭の中で秋坂難しいなと思います。これ頭の中ならもちろんいいです。でも声に出して言うときは気をつけてください。私は日本語学校で働いているのですが、留学生が結構これを声に出して言ってしまいます。例えばある先生が私は田中です。よろしくお願いしますと言います。そうすると留学生が田中と言います。これ何がダメでしょうか？田中の後に先生がありません。留学生は名前を確認する意味で繰り返しているだけだと思うのですが、この場合も名前の後に先生がないと失礼になってしまいます。アニメの中で秋坂さんもジョバの名前を聞いた後、ジョバさんですねとさんをつけていました。自分の国では名前だけを呼ぶのが普通だったら、さん、先生、部長などをつけるのに慣れておらず、名前だけで呼んでしまうようです。さんなどをつけずに名前だけを言うことを呼び捨てと言います。呼びますと捨てますを合わせて呼び捨てです。初対面、初めて会った人に呼び捨てをしてしまうとかなり失礼です。もちろん留学生はわざと失礼なことをしているのではないことはわかるのですが、バイト先とかでやってしまっていないかなと心配になります。だから私は留学生に名前だけを言うのはダメですよ。名前の後に店長さんなどをつけましょうと教えるようにしています。皆さんも日本語で相手の名前を確認するときなどは気をつけてください。では、呼び捨てはずっとダメかというとそうではありません。友達になって仲良くなった場合は、主に下の名前、
名字、家族の名前じゃない方で呼び捨てにすることもあります。例えば、ジョバが今見ていると言っていたアニメダンダダンで言うと、綾瀬ももという女子学生のキャラクターがいますよね。もしクラスメートだったら、最初は綾瀬さんと上の名前、家族の名前にさんをつけて呼んで、仲良くなると下の名前、ももと呼び捨てにすることがあります。また、ももは高倉健という男子学生のキャラクターのことをオカルンと呼んでいます。これはオカルトという言葉からつけたあだ名です。あだ名とは本当の名前とは別につける名前のことです。オカルトという言葉からオカルンとつけたように、その人の特徴からつける場合もありますし、単純に名前からつけることもあります。例えば、哲也という名前だったらてっちゃん、京子だったらきょんきょんとか、いろんなあだ名があります。日本人と知り合いになったら、最初はさんなどをつけて呼んで、仲良くなったら相手に何て呼べばいいと確認して、呼び捨てやあだ名でぜひ呼んでみてください。はい。ということで今日はわざと、わざとらしいという言葉を紹介しました。ぜひ使ってみてください。最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。